どうしてこんなことをするの？体を貫く痛み。私は必死にセラフィーナから這って逃げようとする。彼女は私の姉のはずだった。確かに私は養子だけど、彼女はいつも愛情を注いでくれた。それなのに今、彼女の目は憎悪と嫌悪に燃え、私を見下ろしていた。本当にそんなにバカなの？それとも本気でわかってないの？私が痛みと混乱にまみれて彼女を見上げると、彼女は軽蔑に満ちた声で嘲笑った。私はいつも彼女の望む通りにしてきた。何年も彼女に私のジュエリーデザインの功績を譲ってきた。なのになぜ今になってこんなことを？お願い、私が何を間違えたのか教えて。これからはちゃんとするから私の言葉はかすかな願いで、頬を熱い涙が流れながら、声はかすれていた。うわ。セラフィーナは私の差し出した手を、まるで不潔なものででも触るように蹴り飛ばした。これがあなたの嫌なところよ。彼女は鼻の穴を膨らませながら唾を吐いた。その時期のような顔と大きくて小鹿みたいな灰色の目で、いつも甘ったるく無邪気なふりをして、みんなを引きつけて彼女の拳は固く結ばれ、全身が怒りに震えていた。あなたが本当に大嫌い。どうして？私は声をかすらせ、それはかすかなささやきに過ぎなかった。頭は放棄された倉庫の冷たく無情な壁に、彼女の手がの一人が叩きつけた衝撃で痛みに脈打っていた。どうして？どうしてだと。彼女は突然怒りに荒れた声で叫んだ。あなたが私の人生を盗んだからよ。彼女はその言葉を毒のように吐き出した。え？私は痛みと混乱が入り混じって息を詰まらせた。あなたが私の18年の人生を盗んだのよ。彼女は歯の間から声を出した。私が孤児院にいた間、あなたは私にふさわしかった人生を生きてた。ルシアンと婚約してるのは私の方なの、あなたなんかじゃない。彼女の言葉の一つ一つにはクオドリジしさがにじみ、両手は脇で拳を固く握っていた。私の胃は激しくねじれた。何の話をしてるの？彼女が子供の頃に行方不明になったのは私のせいじゃない。6年前にママとパパが彼女を見つけたとき、2人は彼女を愛情を込めて扱ってきた。それにルシアン？彼が一体何の関係があるの？私は彼のことが好きですらなかった。ルシアン？私は混乱で眉を潜めた。彼のことは好きじゃないって知ってるでしょ。もしあなたが彼を欲しかったなら、そう言えばよかった。ママとパパが私たちの婚約を解消して、あなたと彼を一緒にしてくれると思う。ママとパパって呼ぶのやめて。彼女は私の言葉を遮って叫んだ。彼女の目はむき出しの怒りに燃えていた。彼らは私の両親よ、あなたのじゃない。彼女は荒い息をし、怒りが手に取るように感じられた。そして続けた。それに、ママがあなたの婚約を破棄しようとしなかったとでも思ってるの？ルシアンは頑固一徹で、あなた以外とは誰とも結婚しないって言い張ってたんだから。でも、私は彼を愛してない。私の声はささやきで、心臓が高鳴りながら必死な思いが声ににじみ出た。私が愛してるのはエイドリアン。私は彼女の顔を見つめ、彼女に、私が彼女から何も奪うつもりはなかったと分かってほしいと願い、祈った。ああ、神様、どれだけバカなの？彼女は狂ったように笑い、その音は私の背筋を凍らせた。エイドリアンはあなたを愛してないのよ、このバカ。彼が愛してるのは私よ。彼女の言葉はナイフのように私を切り裂き、私の心を粉々に砕いた。そんなの嘘だ。私は抗議し、頭蓋骨の脈打つ痛みを無視しながら、必死に首を振った。ああ、でも本当よ。彼女は冷笑し、残酷な満足感に顔を歪めた。何年も彼はただあなたを利用してただけ。
あなたがあまりにバカすぎて、それに気づかなかっただけ。違う。私の声は震えて叫んだ。ルシアンの言うことを聞くべきだったのにね。彼女のデザイナーヒールが冷たいコンクリートの床を不気味にカチカチと鳴らし、私に近づいてきた。その音は空虚な倉庫に不気味に反響した。彼はずっと私たちからあなたを守ろうとしてたのに、あなたは彼を侮辱し、軽蔑し、裏切っただけだったんだから。突然、彼女は私の顎をつかみ、指が私の皮膚に食い込み、私に彼女の目を見つめるよう強いた。あなたは彼にふさわしくない。彼女は吐き捨てるように言うと、嫌悪感にまみれて私の頭を押しのけた。嘘つき私の声はかすれたささやきだった。私は彼女を信じたくなかった。信じられなかった。彼女は鼻で笑った。そうかしら？彼女はあざけるように首をかしげ続けた。あなたが死ぬと分かってる今、私に嘘をつく理由なんてある？私の胸の心臓は太鼓のように高鳴った。私は彼女の顔に嘘の兆候を探した。でも何もなかった。冷たく残酷な真実が彼女の目から私をじっと見つめ返していた。彼女が発する言葉の一つ一つが本当だった。でもどうして？あなたのあの小さな友人、タリアって子、覚えてる？彼女は退屈そうに、天気の話でもするような無関心な口調で話し続けた。彼女、私たちが何をしてるか見破っちゃって、まあ黙らせるしかなかったのよ。私は息を飲んだ。喉が詰まり、目は純粋な恐怖で見開かれた。え？タリアが死んだ？私の情熱的な赤毛の親友が？あなたは彼女を遠ざけて、無視してたじゃないセラフィーナは偽りの哀れみを込めて首を振った。それに最後の最後まで彼女は嘘なんてつかなかった。彼女はあなたを救おうとしてたのよ。彼女は苦い笑いをこぼした。タリアの揺るぎない忠誠心を思うと気分が悪くなるかのように。彼女が最後に私に言った言葉、わかる？私がナイフで彼女の胸を刺し貫く直前のこと？邪悪な笑みが彼女の唇に広がった。彼女は私の答えを待たずに続けた。彼女は私に、あなたを傷つけないでって懇願したのよ。セラフィーナの声は鋭くなり、怒りと恨みとも取れる何かが入り混じった目を光らせた。どうしてあなたがそんなひどい扱いしてるのに、あの人たちがあなたに忠実であり続けるのか、私には本当に理解できない。私の体全体が感覚を失った。あなたがタリアを殺したの？私は囁くように言い、胸が痛くて締め付けられるのを感じた。現実が飲み込まれるにつれ、涙が視界を曇らせた。彼女が国を出たと思っていた。彼女は、私が彼女の言うことを聞かないから、両親のところに行くと言っていた。私が彼女に最後に言った言葉は、私と私のことに干渉しないで、二度と顔を見せないで、だった。彼女が死んでいるなんて知らなかった。どうして私はそんなに愚かだったんだろう？私は価値のない人々に忠誠を尽くとことにばかり集中し、本当に私を気にかけてくれる人たちを遠ざけていた。彼女の言うことをすべて処理しようともがいていると、エイドリアンが入ってきた。彼を見て、私の胸に一筋の希望が灯った。か細いけれども、必死の思いに燃える希望だった。エイドリアン私は彼の名前を呼び、痛みに刻まれた顔に小さな笑みを浮かべようとした。しかし彼が次にしたことで、私は完全に打ち砕かれた。エイドリアンは私を一別すらせず、まっすぐセラフィーナのもとへ歩き、腰に手を回して自分の胸元に引き寄せ、彼女の唇にしっかりとキスをした。私は喉を詰まらせた。違う。終わったの？セラフィーナは、まるで私が存在しないかのように、私の世界が崩れ去っていないかのように、
彼に向かって輝く笑顔で尋ねた。どうして私はこの二人が私の背後で関係を持っていたことに気づかなかったんだろう？ああ、彼の返事は冷静だった。アリーナが連れ去られた知らせを聞いた瞬間、その恋煩いのバカ者は、まるで狂ったように車に飛び乗り、車のブレーキが細工されていることにも気づかず、ここへ猛スピードで向かってきた。全速力での衝突事故。彼は即死だ。彼は自分の携帯を掲げ、セラフィーナに何かを見せた。どうか、それがルシアンじゃありませんように。神様、ルシアンではありませんように、と願った。おお、それは痛かったろうね。彼女は画面を覗き込むと、突然笑い出した。そして、まるで今になって私がまだそこにいることを思い出したかのように、肩をすくめて私の方へ振り向いた。まあね。あなたの味方だった最後の一人も死んだってわけ。そんなの嘘だ。私は最後の一片の希望が何もかも砕け散るのを感じながら囁いた。ルシアンが死ぬはずがない。私は否定するように首を振った。ルシアンは強くて頑固な男だ。簡単に死んだりはしない。セラフィーナは携帯電話を私に向け、私の意は落ち込んだ。画面に映っていたのはルシアンだった。血にまみれ、生気のない顔で死体袋に収められていく彼の姿。いやー。私は苦悩に打ちひしがれて叫んだ。私は人生のすべてをかけて彼を憎み、遠ざけてきた。それなのに彼は私を救おうとして死んだのだ。彼は私のためにすべてを尽くしてくれた。愛を証明するために自分のすべての帝国を譲渡することさえも。そして私がしたことは？それをエイドリアンに手渡したことだ。エイドリアン。今、セラフィーナのそばに立って、私を冷たく無関心な目で見つめているあのエイドリアン。まるで私が他人であるかのように。まるで一度も私を知らなかったかのように。どうしてこんなことをするの、エイドリアン？私の声は涙で引き裂かれた。私はあなたにすべてをあげたのに。絶望が私の胸をかきむしる。そんなに私を憎んでいたなら、どうして溺れかけた私を助けたの？私は最後の力を振り絞って叫んだ。残酷な笑い声が彼の唇からこぼれた。俺が助けたと思ってるのか？お前を助けたのはルシアンだよ、あの日。俺じゃない。私は息を飲んだ。奴は本当に臆病者だったよ。エイドリアンは笑みを浮かべていった。お前が目を覚ますまでそばにいようともしなかったから、俺が横取りするしかなかったんだ。私は彼を見つめ、6年前のあの日の記憶が押し寄せ、私の世界が揺らいだ。ルシアン。それは、セラフィーナと彼女の友達が私が泳げないことを十分に知りながら、面白がって私をプールに突き落としたとき、私を水から引き上げてくれたのはルシアンだった。後ろ姿が遠ざかっていくのをかすかに見た記憶があった。でも、目を覚ましたとき、ベッドサイドに座っていたのはエイドリアンだった。私はあの時ずっと彼が助けてくれたのだと思っていた。でも、それはルシアンだったのだ。おえつが私の喉に詰まり、胸が締め付けられた。ルシアンだった私は空虚な声で囁いた。ずっとルシアンだったんだ。私を押しつぶし、ガンナに認めようとしなかった記憶が押し寄せてきた。私が困った時、いつもそこにいてくれたのはルシアンだった。私が彼を突き放し、怒鳴りつけ、罵った時でさえも。私は恐ろしい過ちを犯していた。後悔と絶望の渦の中に沈んでいると、突然、鋭く刺激臭のある匂いが鼻をついた。ガソリンの匂いだ。私は警戒して顔を上げた。エイドリアンが数メートル離れたところに立ち、床にガソリンをまき散らしていた。液体は私の周りに濃い黒い水たまりを作っていた。私の血の気が引いた。やめてお願い、
やめて私は懇願し、動こうと立ち上がろうとした。でも私の体は言うことを聞かなかった。私はあまりに弱っていた。腹の刺し傷からすでに血を流し、視界の端がぼやけていた。あなたは私からすべてを奪った。私は弱踊りじしい声で、声はかすれたささやきとなり、セラフィーナに向き直っていった。それでもまだ満足できないの？彼女は邪悪な笑みを浮かべて私の目を見た。いいえ。私は息を飲んだ。あなたがこの世からいなくなって、初めて私は満足するのよ。彼女はそう言うと、ライターを点火した。小さな炎が彼女の手の中で揺らめき、明るく、貪欲に、容赦なく。そして、一瞬のためらいもなく、彼女はそれを私の目の前に投げ捨てた。炎は即座に爆発し、私の周りに広がり、ガソリンに濡れた床を貪るように燃え上がった。炎が私の足に届くと、私は悲鳴を上げた。淡い肌を焼き焦がしながら。お願い、助けて。私は泣き叫び、煙でかすれる声で、喉を千代本の燃える針で引っかかれるようにしながら、息をすることさえ難しい。でも彼らは助けに来てはくれなかった。その代わり、彼らはただ冷たく、無情に、全く無関心に笑っていた。炎が私を包み込む中、私は彼らが手をつないで倉庫から悠然と歩き去り、振り返りもしないのを見つめた。私は自分が思いつくありとあらゆるものに祈った。奇跡を祈った。心の底では、それが無駄だと分かっていながらも、違う選択をしていたら、と、どうかそう願った。本当に私を気にかけてくれた人たちにもっと優しくしていたら、と願った。そしてついに暗闇が私を飲み込むとき、私は星に願った。もう一度やり直すチャンスを、と。そして、すべてが闇に包まれた。